この1ヶ月何があったのか。それも徹底的にな。はい、皆さん、こんにちは。ラペラのなぎさです。今日のアニメで日本語トレーニング。YouTube アニメ、ヤクザと目つきの悪い女刑事の話を見ながら勉強していきましょう。難しい言葉は画面の上の方に英語の訳を出しています。これを見ながら勉強してください。ヤクザと目つきの悪い女刑事の話。タイトルが長いので、役目と短く言っています。ストーリーは、ヤクザの轟さんと刑事の有賀谷さんのラブコメディです。それでは、今日のキャラクターです。轟圭一、ヤクザの轟さん。有賀谷由紀、刑事の有賀谷さん。刑務所にいるヤクザの轟さんと、轟さんの話を聞きに来た刑事の有賀谷さん。2人はどんな話をするんでしょうか。今日の場面です。難しい言葉は画面の上に英語の訳が出ています。警察は轟さんを逮捕しました。轟さんは1ヶ月刑務所で獄中生活をしていました。刑務所に来た有賀谷さんにどんな様子か話しています。それでは今日の単語です。この画面はスクリーンショットを撮ったりメモを取ったりして勉強してください。それでは皆さんも私の後に発音しましょう。獄中、獄中、罪、罪、強制労働、強制労働、嫌味、嫌味、身体検査、身体検査、濡れ衣、濡れ衣、罵声、罵声、徹底的、徹底的、逮捕、逮捕、容疑者、容疑者、行動訓練、行動訓練、構成する、構成する、規律、規律、叩き込む、叩き込む。はい、皆さん。それではアニメを見ていきましょう。アニメは全部で3回見ます。まず1回目は、大体のストーリーがわかることを目標にしてください。そして2回目は、ターゲット文法を聞いてわかること。3回目は、1回目よりも詳しくストーリーがわかることを目標にします。まず1回目は、見た後で質問に答えましょう。轟さんは刑務所で何をしていましたか？分かったことを答えましょう。それではどうぞ。様子くらい見に来るわよ。思ったより獄中生活をエンジョイしてるようで何よりだわ。もちろんエンジョイさせてもらってるぜ。身に覚えのない罪でさせられる強制労働は最高だな。そう、俺は他の組が起こした犯罪の濡れ衣を着せられてここにいるのだ。あらそう、それはよかったわね。よくね、嫌味言いに来ただけなのかよ。とうとう捕まったあなたがどんな生活をしてるか興味があっただけよ。聞かせなさいよ。この1ヶ月何があったのか。最初にさせられたのは身体検査だ。それも徹底的にな。当然ね。特にあなたなんて何持ってるか分かったものじゃないし、私だって逮捕する前に容疑者の身体検査くらいするわよ。
その後行動訓練ってやつをやらされた。1212って大声で叫びながらひたすらグラウンドを歩かされるんだ。少しでもペースを乱したり声が小さかったりするときつい罵声を浴びせられる。強制させるために徹底的に規律を叩き込むわけね。いいことだ。はい、皆さん、どうでしたでしょうか？大体のストーリー、わかりましたか？轟さんは刑務所で何をしていましたか？それでは皆さん、分かったことを教えてください。はい。強制労働、身体検査、行動訓練、グラウンドを歩かされる。轟さんはしたくないのにたくさんのことをしていましたね。はい。それでは2回目を見ていきましょう。2回目の目標は、ターゲット文法を聞いてわかること。字幕に穴があります。何と言っていましたか？穴は全部で7つあります。この7つの穴の中に今日のターゲット文法が入っています。今日のターゲット文法は、刺激系と刺激受け身系です。日本語は動詞の形がいろいろあります。そのうちの2つ、今日は刺激系と刺激受け身系を勉強しましょう。それではどうぞ。様子くらい見に来るわよ。思ったより獄中生活をエンジョイしてるようで何よりだわ。もちろんエンジョイさせてもらってるぜ。身に覚えのない罪でさせられる強制労働は最高だな。そう、俺は他の組が起こした犯罪の濡れ衣を着せられてここにいるのだ。あらそう、それは良かったわね。よくね、嫌味言いに来ただけなのかよ。とうとう捕まったあなたがどんな生活をしてるか興味があっただけよ。聞かせなさいよ。この1ヶ月何があったのか。最初にさせられたのは身体検査だ。それも徹底的にな。当然ね。特にあなたなんて何持ってるか分かったものじゃないし、私だって逮捕する前に容疑者の身体検査くらいするわよ。その後行動訓練ってやつをやらされた。1212って大声で叫びながらひたすらグラウンドを歩かされるんだ。少しでもペースを乱したり声が小さかったりするときつい罵声を浴びせられる。強制させるために徹底的に規律を叩き込むわけね。いいことだわ。はい、皆さん、いかがでしたでしょうか？ 2 回目の目標、ターゲット文法を聞いてわかる。皆さん、どれぐらいできましたか？字幕に穴がありましたね。全部で7つ。数字の1から7はアニメの中で出てくる順番です。それではまず刺激系から見ていきましょう。まず1つ目。エンジョイさせてもらってるぜ。させての部分。ここが刺激系です。普通の形はエンジョイする。するがさせるに変わっています。アニメの中では、させるにてもらうがついて、させてもらってると言っていました。次に、有賀谷さんが言いました。聞かせなさいよ。聞くが普通の形。聞かせるが刺激系です。そして、聞かせなさいと、ちょっと厳しく言っていますね。そして次は、構成させるために。させるというのが刺激系。普通の形はするです。それでは次を見ていきましょう。次は刺激受け身系です。まず、轟さんです。身に覚えのない罪でさせられる強制労働。するが普通の形ですが、ここではさせられるという刺激受け身系になっています。最初にさせられたのは身体検査だ。させられた、ここの部分が刺激受け身系ですね。そして、行動訓練ってやつをやらされた。やらされたのところが刺激受け身系です。普通の形はやるです。
次は、グラウンドを歩かされるんだ。歩くが普通の形。詞益受け身形は歩かされるとなっています。それでは皆さん、アニメの中のフレーズを見ていきましょう。ちょっと難しい表現がありましたので、皆さんもメモを取ったり、スクリーンショットを撮ったりしてください。それではまず、私の後に発音しましょう。濡れ衣を着せられる。濡れ衣を着せられる。濡れ衣を着せられて獄中にいる。アニメの中では、轟さんが言っていました。濡れ衣を着せられるとは、轟さんは何もしていないのに、別の人が起こした犯罪、別の人が悪いことをして、それを轟さんのせいにする。轟さんはその人の代わりに獄中にいるということになりますね。身に覚えのない。身に覚えのない。身に覚えのない罪を着せられる。轟さんがアニメの中でこのように言っていました。身に覚えのない罪でさせられる強制労働は最高だな。轟さんは何も悪いことはしていないんです。他の組の、他のギャングがやったこと、他のヤクザがやった悪いことを轟さんがしたということになってしまって、獄中にいるということなんですよね。だから、身に覚えのない罪、全く記憶がない罪。つまり、何もしていないのに、ということですね。罵声を浴びせる。罵声を浴びせる。きつい罵声を浴びせられる。刑務所の中で、刑務所の警察官が、轟さんたちに罵声を浴びせていました。ただ、厳しいだけではなく、相手がとても嫌な気持ちになるような、嫌なことを大きな声で言うことですね。規律を叩き込む。規律を叩き込む。更生させるために規律を叩き込む。規律を叩き込むとは、厳しくルールを守るように教えることですね。叩き込むというのは、ただ教えるだけでなく、厳しく相手が必ずその規律を守るように、ルールを守るように教えていくことですね。それではここでちょっとお休みしましょう。ここでは渚の家族の紹介です。チンチラのしじみちゃんです。2歳の女の子です。赤ちゃんの時、黒くて小さかったので、しじみという名前になりました。しじみは黒くて小さい貝です。日本人は味噌汁の中に入れて食べます。しじみちゃんはチェコスロバキアで生まれて日本に来ました。日本語は少しだけわかるんです。それではしじみちゃんも時々この動画に登場しますんで、みんなと一緒に言葉を勉強していきます。よろしくお願いします。それではここからは詞益形に変えるルールを見ていきましょう。まず、します。3グループ。イレギュラーバーブです。しますはさせるに変わります。次は1グループ。やりますを見ていきましょう。ますの前の音、いの音があの音に変わります。そしてそれにせるがついて、やらせる。これが詞益形です。やりますのりの音があに変わって、やら。
そしてせるがついてやらせる。これが1グループ、ウバーブのルールです。同じように聞きますという1グループ、ウバーブの動詞。これはますの前の音、いの音があに変わってせるがつきます。聞きますだと聞かせる、聞かせる。これが刺激形です。次に2グループを見ていきましょう。浴びます。2グループ、ルバーブです。ますを取ってさせるをつけるだけ。浴びさせる。これが刺激形です。アニメの中では罵声を浴びせられるというフレーズが出てきました。ここで注意です。浴びるという動詞と浴びせるという動詞は違う動詞なんです。罵声を浴びせられるというフレーズは浴びせるという動詞の受け身形です。刺激形の形と間違いやすいので注意してください。似ている動詞に起きると起こす。起こすというのは起こされるという受け身形の形だけになります。はい。それでは刺激形の使い方を見ていきましょう。どんな時に使うんでしょうか。難しい言葉は画面の上に英語の訳が出ます。普通の文です。生徒が勉強します。生徒は一人で勉強しています。生徒が勉強します。これが普通の動詞の形です。それでは刺激形になると、先生が生徒に勉強させます。先生が生徒に勉強させます。生徒は一人ではありません。先生が出てきました。先生と一緒です。先生が何か教えていますね。宿題してください。漢字を書いてください。と言っています。先生が生徒に勉強させます。刺激形の時は誰か別の人がいますね。轟さんが言いました。もちろんエンジョイさせてもらってるぜ。轟さんが一人でエンジョイしています。じゃありません。轟さんがエンジョイさせてもらっている。刑務所の中の人、刑務所の警察官にエンジョイさせてもらっているということになりますね。それではもう一つ見ていきましょう。子供です。子供がご飯を食べます。でも小さい子供は一人でご飯を食べます。難しいですね。お母さんが子供にご飯を食べさせます。お母さんが出てきました。お母さんが子供にご飯を食べさせます。一人で食べるのが難しいですから、お母さんが手伝います。お母さんが食べさせます。轟さんが言いました。エンジョイさせてもらってるぜ。一人でエンジョイするのではなく、別の人にエンジョイさせてもらってるということがわかりますね。それでは、刺激受け身形のルールを見ていきましょう。刺激受け身形は、刺激形を受け身形に変えると覚えましょう。それでは3グループ、イレギュラーバーブを見ていきます。しますの刺激形はさせるでした。このさせるを受け身形に変えるとさせられるとなります。させられるというのが刺激受け身形です。次に1グループ、ウバーブを見ていきます。
やりますの場合、やらせるが刺激形。この形を刺激受け身形にすると、やらされるとなります。やらせられるという形もあります。同じ1グループ、ウバーブを見ていきましょう。聞きますという動詞の場合、刺激形は聞かせる。このせるの部分を刺激受け身形に変えていくと、聞かせられる、聞かされるという形もあります。それでは最後に2グループ、ルバーブを見ていきましょう。浴びますは浴びさせるというのが刺激形でした。刺激受け身形は浴びさせられるとなります。ここで混乱しないようにもう一度注意をしておきますね。アニメの中で使われている罵声を浴びせられるという形は刺激受け身形ではありません。浴びせるという動詞の受け身形となりますので注意してください。それでは刺激受け身形を見ていきましょう。どんな時に使うんでしょうか。生徒が勉強します。普通の文です。先生が生徒に勉強させます。刺激形です。生徒が先生に勉強させられます。先生が怒ってますね。そして生徒は嫌な顔、やりたくない気持ちのようです。やりたくないことを誰かにさせられる。それが刺激受け身形です。ひたすらグラウンドを歩かされるんだと轟さんが言いました。刑務所の人が轟さんを歩かせるんですね。これは刺激形です。轟さんは歩きたくありません。でも刑務所の警察官が轟さんたちを歩かせる。轟さんたちが歩かされるということになります。それでは刺激受け身形もう一つの文を見ていきましょう。子供がご飯を食べます。普通の文です。子供がご飯を食べます。お母さんが子供にご飯を食べさせます。刺激形です。お母さんが子供にご飯を食べさせます。次は刺激受け身形です。どこがどのように変わりましたでしょうか。子供がお母さんにご飯を食べさせられます。子供がお母さんにご飯を食べさせられます。刺激形です。お母さんが怒ってます。そして子供は食べたくないです。でもお母さんが怖いです。ですから食べます。お母さんに食べさせられます。子供は嫌な時、嫌なこと、ネガティブな気持ちです。このような時に刺激形を使います。アニメの中でも轟さんたちはひたすらグラウンドを歩かされるんだ。歩きたくないのに、やりたくないのに歩かされていたということですね。それでは次を見ていきましょう。刺激形と刺激受け身形のまとめです。子供がお母さんにご飯を食べさせられます。これは嫌な気持ちです。食べたくないです。
でもお母さんが怖いですから食べます。子供がお母さんにご飯を食べさせられます。あれ？ご飯が美味しいです。美味しいです。お母さんが子供にご飯を食べさせています。子供は美味しいと言っています。この時は刺激受け身形じゃありません。子供がお母さんにご飯を食べさせてもらいます。刺激形食べさせる。食べさせるを食べさせてに変えます。食べさせてもらいます。食べさせてもらうの時は嬉しい時、ポジティブな時、嬉しい気持ちを表現します。その時は刺激形でもらう。刺激形でもらいますと表現します。轟さんはアニメの中でもちろんエンジョイさせてもらってるぜと言いました。これは轟さんのポジティブな気持ちを表しています。それでは次を見ていきましょう。私はコーチに毎日走らされます。刺激受け身形です。嫌な時、嫌なこと、ネガティブな気持ちを表すときは刺激受け身形を使います。私がしたくないこと、誰かが私にさせる。誰かが私にさせるというときは刺激形です。私が誰かにさせられる。同じことでも私が、私はの時は刺激受け身形に変わります。それでは次の練習へ進んでいきましょう。もちろんエンジョイさせてもらってるぜ。刑務所の人たちが轟さんをエンジョイさせている。これは刺激形です。轟さんが刑務所の人たちにエンジョイさせてもらっている。刺激形と手もらうでポジティブな気持ちを表しています。身に覚えのない罪でさせられる強制労働は最高だな。刑務所の人たちが轟さんに強制労働をさせている。これは刺激形です。轟さんが刑務所の人たちに強制労働させられている。これは刺激受け身形です。轟さんは強制労働は嫌です。ですから、させられている。刺激受け身形となります。それでは次の練習を見ていきましょう。聞かせなさいよ。この1ヶ月何があったのか。轟さんはこの1ヶ月何があったのかを私に聞かせてくださいという意味です。聞かせるは聞くの刺激形です。刺激形でくださいでなさい。これは軽い命令形です。でくださいだと丁寧なので、刑事の有ヶ谷さんはヤクザの轟さんには厳しい表現、なさいを使っています。最初にさせられたのは身体検査だ。それも徹底的にな。轟さんは最初に徹底的に身体検査をさせられたという意味です。身体検査を受けたくない、したくないネガティブな気持ちをさせられたという刺激受け身形で表現しています。その後は行動訓練ってやつをやらされた。
やらされたの部分が刺激受け身形です。これもネガティブな気持ちを表しています。1212って大声で叫びながらひたすらグラウンドを歩かされるんだ。叫びながら歩かされる。A ながら B で A をしているときに B も一緒にする。同じ時に同じことをするという意味の文法です。ひたすらはずっとの意味です。轟さんは刑務所の人に歩かされる。刺激受け身形です。嫌な気持ちを表してますね。少しでもペースを乱したり、声が小さかったりすると、きつい罵声を浴びせられる。この浴びせられるは受け身形となります。刺激受け身形ではありません。普通の形は、刑務所の人が轟さんにきつい罵声を浴びせる。轟さんが刑務所の人にきつい罵声を浴びせられる。受け身形となります。更生させるために徹底的に規律を叩き込むわけね。させるの部分が刺激形です。そして、轟さんたちが刑務所の人に更生させられるというわけですね。はい。それでは質問がある人はコメントをください。3回目を見ていきましょう。目標は1回目よりもよくわかること。日本語の字幕があります。それではどうぞ見てください。様子くらい見に来るわよ。思ったより獄中生活をエンジョイしてるようで何よりだわ。もちろんエンジョイさせてもらってるぜ。身に覚えのない罪でさせられる強制労働は最高だな。そう、俺は他の組が起こした犯罪の濡れ衣を着せられてここにいるのだ。あらそう、それはよかったわね。よくね、嫌味言いに来ただけなのかよ。とうとう捕まったあなたがどんな生活をしてるか興味があっただけよ。聞かせなさいよ。この1ヶ月何があったのか。最初にさせられたのは身体検査だ。それも徹底的にな。当然ね。特にあなたなんて何持ってるか分かったものじゃないし、私だって逮捕する前に容疑者の身体検査くらいするわよ。その後行動訓練ってやつをやらされた。12、12って大声で叫びながらひたすらグラウンドを歩かされるんだ。少しでもペースを乱したり声が小さかったりするときつい罵声を浴びせられる。強制させるために徹底的に規律を叩き込むわけね。いいことだわ。はい、皆さんどうでしたか？もっとチャレンジしたい人はアフレコをしよう。字幕を何回も読んでアニメの真似をして発音を練習してください。そしてこのアニメを探してみよう。警察の話やラブコメディが好きならおすすめです。字幕がありますから調べながら見られます。それでは新しい動画、同じレベルの動画も紹介しています。皆さんまたぜひ見てください。それではまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。さよなら。ありがとうございました。